はい。5000円のスーパーレターですね。はい、ありがとうございます。皆さん、こんにちは。いつも楽しい配信ありがとうございます。2024年度の SF リーグに出場なさるとのことで、視聴者としてはとても嬉しいです。梅原さんや SS 熊本の躍進が今から楽しみです。そこで SFL に関連して2つ質問させてください。梅原さんは長年にわたって、SFL に出場し続けていました。しかし、昨年度は出場を見送りました。おそらく久しぶりに SFL 対策のない1年間だと思われます。学芸への取り組みや日々の生活や心身の健康についてどのような変化を感じられました。2、出場を見送った昨年度から一転して、今年度は出場するぞいと思うに至った部分について何かお聞かせいただけませんでしょうか。ある日の配信でほんの一瞬だけ言及されたのは聞きましたが、もう少しお聞かせいただきたくて、ここでお尋ねいたします。我ながらプライベートな部分にずかずかと上がり込んでいる自覚もあります。もし答えなくない、あるいは答えてもいいが今ではないような場合には、どうかの読みしてくださいませ。格言への取り組み、日々の生活、心身の健康、どのような変化。SFL に出なかった年は、去年は、でもやっぱ負担が少なかったかな。去年、だから一昨年の SFL は本当に1日多分10時間ぐらいとかゲームしてて、しかもすごい集中した対戦を多分10時間は言い過ぎか。でもいや、ほんとそれぐらいやってて、多い日はね。さすがに超きつかったんですよ。で、ちょっとなんか1年目からそんなにパンパンに詰め込むのはちょっとどうかなっていうのもあったし、あとは1年目でしかできないような企画とかはあるだろうなっていうのもあったので、いろんな理由で見送りました。でもだいぶそういうことで言うと、楽っていうか、でも楽だったかな。結構まったり過ごせた1年だったかなっていう気がしますね。SFL に出てた年に比べると。で、今年度出場する理由としては、その初年度の時に、結構のんびりして満足したんで、配信もやったし、じゃあ今年は SFL 出ようかなっていう、なんかね、その風土が一緒に組みたいとか、そういうふうに言ってきたりとか、いろんな要因がありますよ、正直。この一個だけじゃないですよ。自分の気持ちだけじゃないですけど。でも自分のことだけで言うと、そういう感じ。はい。いつも楽しく配信を拝見しています。6に限りませんが、格ゲーのトレーニングモードに1フレームずつどのような入力を行うかをあらかじめ設定でき、その設定したコマンドをワンクリックで再現する機能があったらいいのかと思っています。上級者は新しいコンボを探すときに便利ですし、初心者はダミーレコードを作るのに役に立つと思います。今野さん、この機能についてどう思われますか？格ゲーの長い歴史においておそらく今までにもこのようなアイデアは出ていると思います。しかし、このような機能が搭載されないのはなぜなのだろうと思い、梅原さんのご意見を聞きたくなりました。よろしく、お願いいたします。なるほど。いや、実はね、これあったんですよ、昔。コマコンとかって言われてるやつで、要は、その人間の手では再現できないようなコンボとか入力ができちゃうんですよ。で、セガサターン版のヴァンパイアハンターについてきてたのかな。で、いや、もうめちゃくちゃ当時、みんなそういうデータ系とか、トレモが好きな、人たちは歓喜したんですよ。やばいこれっつって。で、実際ね、めちゃめちゃコンボ発見されたし、むちゃくちゃバグ発見されたしで、攻略も変な伸び方したのよ。気持ち悪い伸び方して。で、俺はね、おそらくだけど、これは、もちろんメーカーは用意しようと思えば用意できるんだけど、ゲームの鮮度というか、寿命みたいなものを考えたときに、やりすぎだっていう判断なんじゃないかと思う。俺がメーカーでもそうする。あまりにも、ちょっとね、解析できすぎちゃう。解体できすぎちゃって、でもバグも超も見つかっちゃうだろうしで、だから、あえてだと思うかな。あえてちょっと時間をかけて調べたり、開発、攻略、しなきゃいけないようにしてると思うし、それは当然だよね。そんな内側まで完璧にさ、晒しちゃうのは、ちょっとやりすぎかなっていう気がするけども、過去にはありましたよ、こういうの。はい。
こんばんは。大悟さんの影響を受け、ヒットボックスの購入を考えいます。ありがとうございます。友人のマイクに入っているヒットボックスの音と、大悟さんのボタン音に差があり、大悟さんの音はポコポコという音に近くて好きです。何か静音化などされているんですか？していますね。見ますこれってヒットボックスについてきてるボタンじゃないの分かりますかね？これはグラビティってやつなんですけど、静音ボタンっていうのは、もうどこにもあります。どこにもあるって言い過ぎかな。秋葉原とかの戦国伝承とか行けば、あるから、まあ俺は静音、これでも俺がね、ちなみにボタンの静音って、いつからどのような経緯でできたか知っていますか？スト4の時に私がマッドキャッツに行って作ってもらったんです。そこから静音ボタンというのは生まれたんですよ。ねえ。まあ、なんでそれ静音ボタンに知ってほしいかっていうと、まあ隣同士での対戦が、まあ、当時当たり前だし、で、ヘッドセットとかしなかったんですよ。そう。で、そうすると、ボタン音で何するかっていうのは結構バレちゃうんですよね。まあレバーもそうなんだけど。で、いや、それは不利だろうということで、ちょっとこれボタン静かにできねえかっていう注文したら作ってくれたんですよね。マットキャッツがね。そこから静音ボタンっていうのは普及していったというか、存在していったと思います。なので、静音ボタンは、買うことが今はできます。配信などを聞いていますと、スト6のキャラクターのうち、例えば、ホンダなんて初心者中級者帯では猛威を振るう割に、プロシーンにはおらず、じゃあ、初心者に愛されてるキャラかというと、むしろ嫌われがちで、年中悪口ばかり言われていますし、ダルシムも強くちゃいけない存在みたいに扱われています。スト2からいるのになんだかかわいそうです。そこで梅原さんに質問したいのですが、例えばホンダダルシムを俺だったらこうデザインするみたいなアイデアってありますか？また、スト6でホンダやダルシムが存在しない世界線だったとして、初心者が触って楽しいような、やたら激しい動きをするキャラで格ゲーの導入になるキャラだとか、リーチが極端に長く通常技だけで相手に触れられるから初心者でも一度は使ってみたくなるキャラみたいなコンセプトで格ゲーのキャラを考える場合、梅原さんならどんな性能、容姿のキャラをイメージされますか？はい。まあこれってでもやっぱり見た目ってやっぱ大事だと思うんだよね。ホンダの見た目とかダルシムの見た目がちょっとまあセンサー一つずつなんですけど、かっこいいって思う人少ないじゃないですか。多分。で、そういうキャラになんかいろいろやられてるの嫌だみたいな。とか、やりたくないとか。それはまあわかるじゃん、気持ち正直。あれがさ、見た目がさ、すごいさ、可愛い女の子とか、スタイリッシュなさ、弓を使うキャラとかだったら、ダルシムの代わりにね、なんか全然みんなの印象変わるのかなとか、いう気もするんだけども、まあそれはだからなんだけど、その、どういうキャラクターが良くないのかっていうのはもう、結論出てて、抑止をしすぎちゃうキャラなんだよね。昔から言ってんだけどね。要は、ボタンを全然押せないとか、レバー操作の一部を極端に制限されるとか。まあ、例えば俺、スライディングって技好きじゃない理由それなんだよね。スライディングがあるから、まあ横歩きっていうか、その横移動がすげえなんかピクピクしなきゃできないとか、なんかちょっと制限されすぎてるなって感じるわけ。スライディングって。ダウンするスライディングが特に。まあ、もちろんなんかリスクがあるから別に強い技だとは思わないんだけど、なんか嫌だなって。嫌な技だなって思う。とか、あとは、まあ今回のホンダで言うと、そのスーパー続きと百貫落としがあまりにもその罠として見た時に強いから、警戒するというか、様子を見ざるを得ないと。こっちが自由に動こうと思うと、まあボコスか技を食らっちゃうから、行動を制限されるっていうか、まあボタンを押せねえよな、みたいな。ボタンを押すの制限されすぎじゃねみたいなのが、まあわかるというかね、気持ちがね。なんで、その2つを気をつけて作ればいいと思うんだよね。ボタンをちゃんと押せる対戦。相手がね。このキャラクターは初心者向けに作ったけど、対戦してる相手がちゃんとボタンを押すことに、それほど躊躇しないとか、あとは、レバー操作を躊躇しないとか、なんかそういうキャラだったら別に嫌われることもないなんですよ。
まあそこら辺はちょっと別のタイトルになるけど、ギルティなんかは、昔のギルティなんかはうまく作ってたなーって思う。ボタンも頻繁に押すし、どんな組み合わせでもね。レバー操作もあんまり制限されることがなくて、自由に動き回れたから、あれはね、やっぱストレスがなかった。ストレスを感じすぎるキャラクターってのはあんまりなかった気がする。そこら辺気をつければいいのかなって思う。ただ、ダルシムは、強くちゃいけない存在みたいなのは、まあまあ、そうなんですけど、パリーとかラッシュのおかげで、そこまで行動を制限するキャラになってないと思うんだよね。過去作に比べると。なんでまあいいのかなっていう感じですかね。